こで培われてきた継続習慣は、やっぱ維持しないといけないと思うんですよね。亡くなったらじゃあ人生どうなりますかと。30歳以降、悲惨な人生待ってますよ。後で後悔する可能性が非常に高くなりますよね。こんにちは。このチャンネルでは、今の時代に通用する組織づくり、育成術など、役に立つ内容をお話ししています。ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。じゃあ、今日も加藤ちゃんだね。はい。よろしくお願いします。加藤健吾と言います。今は東京本社でオペレーションマネジメント業務をしております。今回、社長に聞きたいなと思ったことがありまして、入社3年目が一つ分岐点になるっていう話があると思うんですけども、社長もよく、まず3年は働けとよくおっしゃってると思うんですけども、なぜ3年なのかっていうところと、じゃあ3年結果働いた後、その後はキャリアをどうしていくのがいいのかなっていうところがちょっと気になりまして、はい、お話聞ければと思います。会社でもね、よく3年は絶対やりましょうと、言いますよね。はい。中途の社員だろうと新卒だろうと、基本3年やんないと酸いも甘いもわからないし、この仕事をやったという知識も経験もつかないので、まず仕事3年やんなさいと。これは常にそうだと思っていて、はい、例えば新しい会社に入ります。これを3年やりましょうということももちろんそうですし、例えばマネージャーになりましたと。新しい部署に移りましたと。こういうのもやっぱ3年はやった方がいいと思いますよね。一つ目、最も大事なのって継続習慣だと思うんですよね。はい、普通の人であれば人生生きてきて、小学校6年、中学校3年、高校3年、大学4年、なんとなく3年というか、そういうのを継続してるじゃないですか。これをやってきた人は、当然やっぱりその社会人になってからも、ここで培われてきた継続習慣は、やっぱ維持しないといけないと思うんですよね。今度、僕みたいにですね、途中で学校行かなくなっちゃったとか、こういう人もですね、やっぱ社会人になって一番失ってはいけないのは、やっぱ継続習慣なんですよね。特に若い時は、あんまり物事わからないし、世の中知らないから、秋っぽいというか、結構すぐちょこちょこ職変えたりとか、なんかやること変えたりとかって、社会人って基本的に自分の意思決定で自由になっちゃうわけですよね。ここで本当にとにかく失われちゃいけないのは継続習慣で、ちょっと言葉悪く言うと、物事3年も続けられない人は、やばい、危ない。この先の人生危ないよと。だからやっぱ失っちゃいけないんですよね。っていう感じかな。もう一つは、石の上にも3年とか、手張りとかっていう言葉結構大事にしてるんですけど、仕事新しいの例えば始めて、自分の知識がゼロだとすると、やることって全部新しいことですよね。最初なんかすごく楽しいみたいになるんですよね。このぐらいあったとしましょうと。でも、時間が経つにつれてこうやって減ってくんですよ。やったことあることをやることが増えてるから。だから、新しいこととか、新しい知識もそうだし、経験もそうだし、減っていくわけですよね。それって、じゃあ人によっては、1年でこれスキル学んだんだと。だからもう僕は、この会社にいる意味ありませんとか、この仕事をしなくても大丈夫ですとかっていう人いるけど、それ相応に、じゃあそのスキルを活かして、それを活かした経験、積み重ねた経験っていうのが結構大事で、それを多分全部ひっくるめて総称すると、3年ぐらいはやった方がいいんだよね。会社でもよく言う、できるということと、やったことがある、やれるは違いますよと。新しいことやったりとかスキルをまだ身につけてる段階は、やったとか、やったことがある、やれるってだけなんですよね。でもこれいろんな経験を同じようなことでも通していくと、それが本当の意味でできるんだけど、できるっていう意味の中には、当然一つの物事ができるようになったっていうこともそうだし、これを反復して正確に迅速に常にできるかっていうこともできるなんですよね。だから、やっぱり3年は自分の能力をつけたとしても、それに対しての知識、経験、やった上でのね、これもつけるっていうこともやっぱりセットで3年ぐらいやって、一人前だったりとかっていうのが本質だと思うんだよね。なるほど。継続習慣を身につけるために、まず3年は働いた方がいいっていうことですね。3年を一つ目標にした方がいいですよね。その継続習慣の中身を持っていくと、最も大事なことは、人は目標を立てて、そのために努力と行動をして、結果が出て、それを振り返って次に生かすと。このサイクルを絶対やんなきゃいけないんですよ。学生時代思い出してみてよと。ずっとやってましたよねと。本来は。
例えば成績でこれを取るとか、成績で何点取るとか、この学校に受かるとか、こういうことを目標に立てて、努力をします。行動します。勉強しますよね。で、結果が出ますと。じゃあ、それを振り返って、次はここを目指すみたいな。で今回の経験を生かしてこうやるんだ。絶対やってるわけですよ。これをもう一回言いますけど、社会人になったら自分でやらなきゃいけないんですよ。この目標をつけてから、この結果出て振り返って次行くっていうところは、人生においてすごい重要なことなんですよね。この重要なことを本来は学校生活を経験しながら、学力とはまた別ですけど、継続習慣を多分身につけてるんですよ。目標を作ってから結果が出るまでのこのサイクルを自然と学習してるわけですよね。それを続けたからこそ社会人になって同じように会社での自分の目標っていうのを外的要求も受けながら続けていくわけですよ。これの繰り返しが偉大な成果を生んだりとか、いろんなことができるようになるとか、こうなるわけですよね。とにかくこれがないと、なくなったらじゃあ人生どうなりますかと。僕が中学校途中で行くのやめちゃって高校も行かなかったと。その時にもしですよ、目標を持って結果を出すまでの習慣が全部消え失せて、そんな人が稼げる仕事できると思いますみたいな話とか、成功することできると思いますかと。こういう感じになってくるわけですよね。そういう意味でも、この習慣をちゃんと本当にこう自分のものにしていかないと。外から反響する的にそうなるっていうのを抜けて、自らの力でこの10代やってきた継続習慣を20代で本当に自分のものにプリセットしないと、30歳以降悲惨な人生待ってますよ。3年も継続ができない人が人生で成功するようなイメージはないですね。やっぱりよくあるマンネリとか、停滞する感じが出てくると思うんですよね。3年続けられたとして、3年ぐらいで停滞感、これでいいんだっけみたいな。でもそれは、先ほど言ったように、一旦3年しかできなかったのか、もしくはそのマンネリの停滞感とか乗り越えて続けることができたのかって自分にとっては壁だと思うんだよね。一つは、慣れとか停滞感で自分のキャリアを考えることはすごくいいんだけど、そこで安易にやめるみたいな選択肢をすると良くない？慣れとか停滞感、マンネリとかでやめよう、仕事変えようっていうのは俺はあんまお勧めしない。それが来たとしたら、それを乗り越えてから、いつも言うようにやっぱり目標達成したらやめるとか、ちゃんと期限を決めて、綺麗に気持ちよくやめるとか、っていうのがやっぱおすすめなんで、3年目ぐらいやっぱりそのマンネリとか停滞が来やすいから、それをこうどう乗り越えるかとかっていうのは、少しずつ考えておいた方がいいかもしれないですよね。3年働けばいいっていうものでもないっていうことですね。先はそうですね。まず3年だけど、3年働けばいいってわけじゃないから、次はそう、マンネリとか停滞をどう乗り越えるかみたいな。だからそうだね、一つ目で言うならば、3年働くという中で、マンネリとか停滞感が来た時にちゃんとこれを打ち破るために自分にコミットする。それができるようになったら、今度3年を超える時に、どうそういう停滞とか、マンネリ感を解消していくのか、乗り越えていくのかっていうのが、次にやるべきことなんじゃないかなと。また言い方変えると、ただ流されるだけで、例えば転職したりとか、すると、後で後悔する可能性が非常に高くなりますよね。3年とか働いた後、業務に慣れてきてマンネリしてきてしまって、キャリアを考えてるとき、その壁っていうのはどう乗り越えたらいいんですかね？それはやっぱり続けることの大切さと、まさにその停滞とかマンネリしたときに、やめるという選択肢が出てくることを、それはちょっと考え方として違うよねっていうふうに、常日頃からやっぱり持っといた方がいいですよね。だから、で、そういうふうなタイミングな時に、これ、やばい、いつも言ってる良くないところだと。やっぱり理解をして、もう一回自分向き合うと。停滞感とかマンネリっていうのは、自分に何かこう試練が来てるとか壁が来てるってことだから、これ基本的にはまず乗り越えようっていうプリセットを持つってことですよね。乗り越えるという、まずその思考のプリセットが入れば、乗り越えるためにはどうするかって考えますよね。そうするといろいろなんか物事見つかったりするから、例えばこれが良くなかったなとか、これはもっとやった方がいいなとか、そうやってこう、ちゃんとこう前向きな状態に戻っていく。そういう時にやっぱりね、僕なんかもそうですけど、誰かの格言とか、自分で決めた目標とか、見直すとか、会社のアップルフィロソフィーとかその理念ですよね。いかんと。こんな停滞してる場合じゃないと。
俺がやるべきことはこれなんだと。俺が過去に決めたことはこれだしと。そういう時はこういう気持ちになってこうなったらいけないんだと。書いてある通りこうしなきゃと。そういう感じで自分を見直させてくれるものっていうのを用意しとけばいいんだと思うんですよね。目的とか目標をちゃんと決めておけばぶれない。停滞した先って選択肢3つしかないじゃないですか。前向きに続けるのか、惰性で続けるのか、やめるのかみたいな。仕事で考えたらね。3つしかないですよね。惰性で続けるって絶対嫌じゃないですか。そうです。意外とこういう人多いんだよね。前向きじゃないから、やめても転職めんどくせえし、とか、ね、転職してもまた一から新しいことやるのめんどくせえし、とか、とりあえずこの給料をもらっとけばまあいいか、みたいな。惰性で続ける人意外と多くて、こういう人はやっぱ仕事できるようになるんですよね。成長度合いがやっぱ低くなりますよね。辞めたところでじゃあ、考えとかなきゃいけないのは、1年目わー新しいことやったぜって。覚えた楽しい。2年目新しいことこれがになったぜ。3年目これがになったぜ。転職してもう1回、はい新しいことこれになったぜ。2年目こうなったぜ。3年目、はいつまんないことやめるぜ。はいまた新しいことやった。こんなんじゃん。若い時は、いろんなことを知る意味で、経験という意味では、多少ありな判断もあるんですけど、でも、いつまでもそれさ、痛いでしょ。そうですね。どっかでやっぱ続けるという、自分で会社やってない会社をちゃんと続けさせるっていうミッションに切り替わるし、仮に自分のやりたいことが見つかったとか、そのやりたいことを続けるというミッションがね、まだ入るし、いずれにしてもどっかで続けるという選択肢がしなきゃいけないね。その時に続ける癖がなかったら、続けられないでしょ。それを常に意識して、やめんなとは言わないけど、継続習慣の維持、向上をなくなっちゃった人は身につける。これしっかりとやっぱり10代、20代でやらないといけないんですよね。そういう意味では3年は経験期だと思って、本当にその仕事を極めたいとか、その職種を極めたいとかだったら、その先が習得期でやるぐらいに考えておいてもいいよね。経験しただけでもういいやってやるのか、この経験を生かしてちゃんと本当に習得するというところになっていくのか、そういうところをやっぱ考えながらやる。だからやったことがある、できる、習得するみたいに考えて、やったことがあるとできるを混同みんなしちゃうんだけど、やったことがあるは1年目、2年目出したら。できるっていうのはやっぱ3年ぐらいになってから。その先続けるんだったらこれ習得するんですよね。プロフェッショナルってそういう感じじゃない、経営者もそうだと思うんだよね。起業して経営してつっていろんなことをやるんだよね。やったことがあるって感じになるんだよ。だってやってるじゃん、一応。だけどやっぱレベルが低いから、これができるとはまた違うんだね。3年ぐらいやってやっぱりいろんな一通りの1年のこのスパンで回ってくるもの分かってきて、できるようになってきて、さらにそれを進化させて習得していくわけよ。俺なんか本当そうだったから。というとだから3年でコロコロ変わるってことは、やったことがあるをできるに仕掛かったところでまたやったことがあるになって、またそれできるに仕掛かったところでまたやったことがあるになって、つっていつまでもこの極めるっていうゾーンに行かない。極めに行くっていうゾーンに行かないから、そりゃ稼げないし、その分野でプロにはなれないよねと思うので、そんな感じで考えたりとかずっとしとくと、気軽に辞めるとか、気軽に転職するとか、そういうことは減るんじゃないかなと思いますよね。停滞とかね。停滞なんか来るもんだと思ってね。会社ってもやっぱ来てるから。ちょうどいいポイントで。どれだけ勉強して、じゃあこういう時にこういうの来るんだと思ってて、じゃあそれにならないように対策しようと思って対策しても、大体その時に来てんだよね。だからある意味そういう意味では、停滞する時は必ず来ると思っておいて、日々やることは停滞しないように突っ走ることだけど、反面必ず来ると思っていて、来たらちゃんと自分にどう言い聞かせるかとか、どういうことをするかっていうのを決めとく。そういうことがやっぱり大事なんだと思うね。停滞の先にこそ成長があるとかね。自分とのやっぱ戦いにはやっぱ挑み続けなきゃいけないみたいな。最後に一番刺さってる言葉を言うと、経営者の人生を例えられたことがあってね、先輩に。経営は成長しようとしている限り、下りのエスカレーターを登ってってるようなもんだから、止まったら下がるよ、それは。って言われて、常にやっぱり前進し続けないと、絶対登れないし下がっちゃうよと。そういう意味だったんだけど、これは深いなと思って、人生もそうだなと僕は思うんですけどね。確かに。そんなとこですかね。ありがとうございます。最初の3年は継続習慣を身につけるためのもの。で、その後、3年を超えた後は、その経験を生かしてプロになる。
とにかく継続習慣ある人もない人も、はい。継続習慣を維持、または改めて身につけるために、やっぱり3年以上やった方がいいよねと。継続習慣を維持、身につけるってことが一つ。二つ目は、意味としては、目標を立てて、努力行動し、結果が出て振り返って次に生かす。このサイクルを、ちゃんと自分の中で常に持って、常に回し続ける。っていうのが継続習慣の本質ね。あとは、停滞とかマンネリは絶対来るから、それを乗り越えた先に本当の習得とか、プロフェッショナルとか、成長がありますよというふうに思ってもらえればいいんじゃないかなと思うんですよ。はい。ありがとうございます。はい。皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて励みになっています。この動画が気に入ったら、ぜひいいねやコメントをお願いいたします。